今日はサバの握り方、しめサバねの握り方、何種類か紹介しようと思います。で、これしめサバはこんな感じでね、最初に釜骨外してあげて、で骨を外す前に皮むいてあげた方がこの身が割れにくいんで、最初に皮むいちゃいますね。ここでね、こうやってビリッとこの隙間からめくってあげると簡単に剥けるんで、こう身を手で押さえながら剥いてあげると、このなんていうのかな、綺麗に剥けやすいですよとですね。ほら、皮剥くとってなんか綺麗な銀色が出てくるんで、こんな感じで皮剥いてあげてください。切る前に最初に骨を抜いていきますと、この腹骨、あばら骨を包丁してかいてあげて、でね、これね、結構このお腹のところに脂が乗ってるんで、なるべく身は削らないようにしてあげてください。お刺身で食べる場合はね、結構その日のうちとか締めたてでも美味しいんですけど、意外と握りはね、3日4日とか1週間とか寝かせても美味しいんですよね。その方がなんかこう、なんていうのかな、熟成じゃないんですけど、熟成なんですけど、こう全体に味が馴染んで、こう、濃厚なサバになっている場合が多いですね。ただ寝かせるとどうしてもね、血合いだとかの色が悪くなるんですよね。血合いとか身の、だから刺身で食べるときはこう新鮮な方が色味がいいんで美味しそうなんですけど、味だけ言うならね、正直握りの時は寝かせた方が美味しいかとは思っていますね。どうしても血合いが黒くなっちゃうんでね、その辺はもう完全に好みですね。で、もう皮むいて、骨が抜けたら切りつけていきますと。はい、そしたら、サバ切りつけていきたいと思います。一般的なね、一番一般的な切りつけ方はこういう切りつけ方ね。で、尻尾の方はどうしても脂がなくてパサッパサしてるんですよ。なんでね、あんまり美味しくないんで、このぐらいまでは捨てちゃいますね。で、一番一般的なのはこうやって切っていく切り方ですね。こうやってで、このまんま握ってあげるっていうのが一般的な切り方ですね。で、こうやってね、ここに包丁入れてあげると綺麗に握れたりしますんで、これ一つね。あとね、人によってはね、このお酢で締めるとどうしてもこう表面が酢で締まって、この白いところ硬いんで、これをね落とすって人もいますね。こうやって表面だけ削いじゃう人も。これもね、好みですね。この硬いのがあった方が好きっていう人ももちろんいるんで、これ何とも言えないですね。で、こうやって目入れてあげてもいいし、そのまま握ってもいいしって感じですね。あとよくあるのはこっちね、皮目上にしてあげて、こうやって、薄く何枚か切ってあげて、でこうやって握るって人もいますね。僕は結構こっちの切り方が好きなんですよね。こんな感じで。で、サバはね、締まり具合でこう骨がね途中で切れちゃって抜けきれてない場合があるんで、そういう場合は包丁でカチッっていうちょっと感覚があれば骨が残ってるんで、そういう時は
骨抜いてあげてください。じゃあとりあえず、これで握っていきたいと思います。そしたらサバ握っていきますね。まあね、一番一般的なのはこうやって切りつけたのをわさびで握るっていうのが、わさび入れてあげて握るっていうのが一般的ですね。こんな感じで、ね、まあこれが一番一般的なサバの握り方だと思いますね。あとはそうですね、これね、わさびで、柑橘を合わせてあげるっていうね、こうよくあるパターンですね。握ってで、それ何でもいいんですけど、今回すだちね、すだちを絞ってあげてもいいし、今回ちょっと薄くスライスしてのせてますね。こんな感じですだちを合わせてあげるっていうのもよくあるというか、握り方の一つですね。あとはこれね、今までわさびで握ってたんですけど、わさびじゃなくて生姜ね、生姜を合わせてあげるっていう。サバって青魚なんで、締めてあるんでわさびも合うんですけど、結構ね生姜なんかでも合うんですよね。なんでわさび苦手なんて人は生姜で握ってあげても多分美味しく食べれるんじゃないかなと思いますね。はい、これが生姜で握ったパターンですね。あとはわさび、すだち、生姜、千枚漬けっていうカブの漬物があるんですけど、結構甘めの漬物なんですよ。千枚漬けとも結構しめ鯖って相性がいいんで、千枚漬けと合わせたりなんかもしますね。これね、千枚漬け、これちょっとちっちゃいんですけど、でね、こうやってそのまま包んであげてもいいし、あとはこうね、味決めてあげて、で一緒に握り込んであげても綺麗なんじゃないかななんて思いますけどね。こう綺麗に形整えてあげて、一緒にこう握ってあげてもいいんじゃないかななんて思いますね。結構ね、多分関西圏の人はよく見かけると思うんですよね。しめ鯖と千枚漬け、これ結構甘みがあって美味しいですね。あとは炙ったりしてもいいですし、あとね、締め物なんであんまりアジだとかイワシは合わないんですけど、締めてあるサバだとかコハダなんかは柚子で食べても美味しいんですよ。柚子合わせても美味しいですね。柚子はおろして振ってあげてもいいし、包丁でヘイでそのままでもいいし、刻んでもいいしって感じですね。これもなかなか美味しいですね。あとは最後ね、今まで握った5種類とは別で、これね、握り寿司じゃなくて押し寿司、サバって結構押し寿司にしても美味しいんですよ。で、押し寿司にするときはこのね、大きいサバだとね握りきれないんで、この硬いところ外してあげて、でここの盛り上がってるところの厚みを抜いてあげないと握れないんですよね。で人によってはこのへいた部分をこのお腹のところ、お腹の薄いところに当ててあげて、でそこから、押し寿司にしていくって方もいますね。こんな感じでこう
厚みを抜いてあげて、なるべくねサバの身を平らにしてあげてから作っていきますね。で押し寿司作るときはさらしでもラップでも何でもいいんですけど、これ1枚敷いてあげて、でサバね、でねこれねサバがね大きい時は押し寿司あんまりやんないですけど、こっち側にね包丁の目をこう入れてあげるとご飯と馴染みやすいんで、僕はねこう入れてあげてますね。で飾りになって綺麗なんでこうやって入れてあげて、でそこからご飯をのせていくと。お腹がどうしても薄いんで、お腹にある程度厚めにご飯をのせてあげて、押し寿司、箱寿司と棒寿司ってなんか違くて、箱寿司っていうのは結構ね大阪の名物。箱寿司ってこう押しつぶしていく、箱に入れてこう固めていくのが大阪寿司、箱寿司で、棒寿司はどちらかというと北陸の方のイメージですね。でバッテラっていうと箱寿司ですよね、一般的には。ちょっとあんまり僕も詳しくないんでそんな確かなことは言えないんですけど、でこんな感じでご飯をのせて、でお腹の方に当然厚めにねご飯のせてあげて、こっからさらし、ラップでもいいんですけど、で巻いて固めていく感じですね。こんな感じでひっくり返して、で最後こう形をねギュッと締めてあげる。そうするとこうかまぼこみたいな形にしてギュッギュッギュッと締めてあげると、このね棒寿司できますんで、これはこれでね多分一般の家庭でやるにはとっても簡単ですし、しめ鯖も今売ってるじゃないですか。簡単だしつまみになるしでいいと思いますね。こんな感じですね。こんな感じで表にするとこんな感じで、もしねこう最後締まりが甘いようだったら巻きすで締めてあげればギュッと形決まりますんで、結構強めに締めないとね切ってる間に形崩れるんで、こんな感じですね。でもしあればバッテラ昆布ってあるじゃないですか。白板昆布、薄い昆布を甘酢で煮たものなんですけど、あるならね白板昆布のせてあげてもいいんじゃないかなと。これで最後包んであげるとね綺麗になるんで、これ薄い昆布があるんですよ。これをこれお酢とみりんと砂糖、甘酢に漬け込んだっていうか甘酢で煮るだけなんですけど、これ最後ねこう包んであげると綺麗になるかななんて思ったりしますね。よくバッテラ、新幹線とかに売ってるバッテラには結構これがついてるんですよね。なんで最後こう昆布で巻いてあげて、もう一度締めてあげて、でここから切ればいいつまみになるのかななんて思いますね。切るときは包丁濡らしてあげて、で食べいい大きさにこう切ってあげるといいんじゃないかなと思いますね。こんな感じ。そうしたらサバのおにぎり完成ですね。端からこれ普通のわさびね、しめサバのわさびの握り、これ柑橘合わせた、今回すだち合わせた握り、こっちは生姜ね、生姜で切り方がこれとこの3つは違うんですけど、生姜でこれは千枚漬け、こっちは柚子で、最後これね棒寿司、押し寿司に、バッテラ昆布、白板昆布を合わせた、押し寿司ですね。こんな感じでしめ鯖もいろんな食べ方できるよという感じでございます。じゃあ召し上がれ。どうぞ。